藤マナでございます。今回はバイビットで簡単に送り人になれる理由ということを説明していきたいなと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析などを毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、もう私のチャンネル見ていただいている方はね、仮想通貨投資やってると思いますけども、まだね、その FX に挑戦できてないっていう人も結構多いと思うんですけど、でも今結構仮想通貨バブルのもうクライマックスぐらいに差し掛かっていてね、もういよいよ本当のね、最後のイナゴがね、来るんじゃないかなっていう時なんで、ちょっと特別にこういう動画作ってみようかなと思ってます。で、レバレッジ取引がもちろん怖いっていうのはね、最初わかります。僕も最初そうでした。10年ぐらいね、株と仮想通貨の現物だけだったんですけど、その後からは結構ね、積極的に、FX もやってるって感じなんですけど、FX もレバレッジがね、そんな高くなければね、そんなに現物のガチ法と変わらないんだよって話をしていきたいなと思います。つまり、長期ガチ法みたいなね、長期ロングのガチ法みたいなことをやっていくと、現物のガチ法と似たような感じになるし、リスクもそんなに大きくないみたいな話をしていきたいなと思います。じゃあまずね、ビットコインのね、今の現状みたいなところから話して、で、その後トレードのコツみたいな話をして、実際にどれぐらいの金額でどれぐらいのレバレッジだったら送り人になれるかみたいなね、そういう話していきたいなと思います。ビットコインで今取ってる段階では、600万ぐらいは推移してますね。これ、日足のバイナンスのチャートなんですけども、去年の冬からのこの猛烈な上昇で、6万5000ドルが、今、史上最高値になっているという感じで、1回、2万9000ドルぐらいまで落とした後、5万2000ドルつけて、一旦、4万ドルぐらいつけて、今は、5万5000ドルぐらいって感じなんですね。で、まだ史上最高値は超えてないけど、もう超える可能性がかなり高いと思ってます。この三角持ち合いも上抜けてるし、こっちから引ける、右肩と左肩を結んだこの青い線。ここももうすでに上に抜けてるってことを考えれば、ビットコインが史上最高値を超えて、700万円ぐらいなんですけど、1000万とかね、2000万とかいくのはもう全然ね、想定できると思います。で、最近、海外のトレーダー、僕は結構ね、Facebook じゃない、Twitter とかで、海外の、フォロワーが多いね、有名なトレーダーとかをフォローしてるんですけども、海外の結構その有力なトレーダーも、大体ね、見てるところが、2000万ぐらいから3000万ぐらいのところが、頂上になるんじゃないかなって言ってます。例えば、ここにちょっと載せる、予想のね、あれなんですけど、だいたい2017年のバブルとか2013年のバブルと同じぐらい上がってくるとすると、21万5000ドルぐらいから、27万5000ドルぐらいまでの範囲が、想定できるんですよね。日本円で言うと2300万ぐらいから、3000万円ぐらいなんですけど、1BTC が。それぐらいは飛んでくるかなと思ってます。僕もね、2000万ぐらい飛んでくるかなと思ってますので、今から、持っている、長期ロングは、20万ドルを超えるまでちょっとガチをしようかなっていう感じで思ってます。で、皆さんもね、できればね、長期ロングして本当に爆撃取ってほしいなと思うんですけど、20万ドルって言ったら結構まだ上で、引いて、もっと引いて、もっとか。ここなんですよね。20万ドル。この辺だ。この辺です。こんなとこまで飛ぶかよと思うかもしれませんけど、でも2017年とか2013年は実際にね、これぐらい飛んでるんですよね。こういうイナゴがあって、で、ビットコインってこういう史上最高値を超えた後とかが猛烈なね、買いが入ってくることが多いので、そういうクライマックスを迎えるんじゃないかなと思います。この辺までちょっとね、じれったいんだけど、この史上最高値を超えたらすごいニュースとかにもなるし、この辺でね、一回手放した、仮想通貨トレーダーの人たちがまた買いに行ってね、猛烈なイナゴを作って2000万ドルぐらいまで行くんじゃないかなと思いますので、この辺からロングして2000万ドルぐらいまで持ち続けると、結構勝ちやすいのかなと思います。ただ、それでもね、やっぱりハイレバーはやめた方がいいと思います。僕はね、せいぜい3倍までにした方がいいと僕は結構言ってるんですけど、レバレッジはね。3倍ぐらいにしとかないと、やっぱりビットコインって結構ボラティリティが高いので、一気に 30% ぐらい下落するとかってあるので、5倍ぐらいからね、もう 30% ぐらいだと、ロスカットになっちゃうんですよね。だから3倍ぐらいだったら、ロスカットはされにくいので、それぐらいでやっとくのがいいかなと思います。例えば今、5万5000ドルぐらいで3倍でレバレッジかけたら、
ロスカットされるの4万ドルぐらいなんですよ。だからこの辺なんですよね。この横線ぐらいなんで、もうこの三角持ち合いの上に抜けてる時点でこの辺まで落ちるってことはちょっと想定しづらいので、3倍ぐらいレバレッジかけとけば、なかなか切られることもないので、その、玉をずっと20万ドルぐらいまで持っとけばいいんじゃないかなと思います。もちろんいかないかもしれないけど、でもトレード上手い人ほど20万ドルぐらいいくって言ってるってことは結構可能性高いんじゃないかなと思ってます。僕もそれぐらいは想定してきたしね。僕も動画のタイトルに、2000万円ぐらいはビットコインいくんじゃないのって言ってきたんでね。僕はそれぐらいいくんじゃないかなって全然ね、信じてます。で、実際にじゃあ、送り人になりたいけど、そんなに資金がないですって人、のためにどれぐらいになるかってことを、試算したら、だいたい 2BTC ぐらい。今で言うと1200万円ぐらい持っていて、レバレッジを3倍でかけると、この20万ドルになった時にだいたい1億円に行くんですよ。だから、だいたい3倍でレバレッジを今からかけると10倍ぐらい取れるんですよね。で、10倍って結構難しいじゃないですか。そのアルトコインとかで10倍取るって結構なかなか難しいので、それ考えたらビットコインで長期ロングするっていうのは、結構勝率高いと思うんですよね。アルトコインを10倍にするっていうよりはね。考えたら、バイビットでロングするっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。バイビットだと手数料も割と安いし、日本でも今のところ使えてるっていうのもあるし、あと現物のね、取り扱いもかなり30種類ぐらいになって増えてるので、かなり使いやすいんですよね。で、スマホで簡単にトレードできるし、バイビットね、登録してない人はぜひね、動画の説明欄の一番上にリンク貼っとくので、ぜひ挑戦してみてください。この機会にね、まだ、本格的なね、イナゴがまだ発生してないので、今のうちから仕込んどくと、レバレッジ3倍ぐらい仕込んどくと、本当に今から10倍ぐらい取れるかもしれないということで、僕はもうすでにね、バイビットです。レバレッジ3倍ぐらいかけて、ロングしてるんですけど、僕の資産もね、10倍ぐらいになればもう、ものすごい巨大になりますので、ぜひね、そういう感じで、この4年に1回のね、大事な機会ですので、ちょっと現物だけでやってきたって人も、ぜひね、ちょっとレバレッジ取引ね、3倍以内ぐらいだったらそんなリスクないからやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、バイビットの、機能の紹介とかもね、しましたので、ぜひね、動画の説明欄から登録してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。